いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は釣り場に着いたらを解説いたします。いくつかある釣り場のポイントの中で漁港を例に挙げて紹介させていただきます。釣り具屋の釣り場情報などで実際に足を運んでみたものの、具体的にどのようなところをチェックしたらいいのかわからないと思います。今回の釣り場に着いたらを学ぶことによって紹介されている釣り場などでどのようなポイントに魚が潜んでいるのか予測できるようになります。最後までよろしくお願いいたします。釣り場に着いたら見ておきたい主な6つのチェックポイントについて説明していきます。場所、底質、潮の流れ、風向き、餌、明暗部、場所について解説いたします。釣り場となる場所については次の6つが挙げられます。防波堤の先端、防波堤、テトラ帯、ミオ筋、スロープ、漁船。防波堤の先端は潮の流れが複雑にぶつかり合うポイントになります。プランクトンは潮の流れに沿って流されてきます。潮通しのいい堤防の先端や角といった場所はプランクトンが多く流されてきます。それを狙う魚もハマるポイントです。防波堤は波を防ぎ、港内を守る構造物です。足元の防波堤のヘチやつなぎ目は絶好のポイントです。流れてきたプランクトンが集まりやすく、魚も回遊することが多くなります。特にゴミや気泡が溜まっている場所はプランクトンも多く流れ着く場所となるため、魚も回遊してきやすいポイントとなります。テトラ帯は波消しブロックが集まっているところを言います。テトラポットは波による浸食を抑えるために設置されているため、テトラポットのある場所は波の当たる場所になっています。プランクトンが流れ着きやすく、魚も回遊しやすい場所です。ミオ筋とは港から船が出入りするために深く掘られた溝のことを言います。船の通り道は魚が回遊する際の通り道となっています。船が安全に通れるように人工的に深く掘られて魚が溜まりやすいポイントです。日中でも船が通ることでプランクトンが巻き上げられることで魚の捕食スイッチが入ることがあります。スロープとは船を下ろしやすいように道が整備されている場所のことを言います。波が当たらない場所に設置されていることが多くあるため、潮の流れも緩やかなポイントです。海藻などが多く、魚が好む小型のエビやカニなどが生息しています。船を上げ下げしやすいようにスロープの先端は急激に深くなっているため、そこに魚が溜まりやすくなっています。漁船とは魚を取るための船のことを言います。魚の隠れ家として漁船などの下に隠れていることがあります。すべてを表示するとこのようになります。それぞれのポイントの良さを知っておくと、漁港内のすべてが状況によっては絶好のポイントとなっています。底質について解説いたします。釣り場の底質については次の4つが挙げられます。ブロック帯、藻場、岩場、砂地。ブロック帯は外敵から身を守りたい魚にとってはいい住処になっています。魚の餌となるプランクトンが溜まりやすく、小魚をはじめたくさんの魚が住み着いています。藻場もブロック帯と同じくプランクトンや外敵から身を守る小魚が住み着いています。ホンダワラなどの海藻が成長しているところは根がかりもしやすい場所になりますが、そういった場所は穴場として狙い目かもしれません。堤防のある港の場合、周辺に釣りができる岩場や小磯を見かけることがあります。
岩場の特徴は堤防付近よりも海底の起伏が激しく、海藻も多い場所です。そのためルアーを深く沈めてしまうと根がかりを多発させてしまうため、浅く狙うことを心がけましょう。砂地に沈み根と言われる岩などがあると餌となる小魚がついていることもあります。シーバスなどのフィッシュイーターから隠れる場所にもなります。沈み根以外にも海藻など何かがある場所には魚もいる可能性が高くなります。潮の流れについて解説いたします。潮の流れについては次の3つが挙げられます。流れがある、流れがない、潮目。流れがある時の上げ潮の時間帯であれば、潮の流れに乗ってプランクトンと一緒に港内に魚が入ってくることがあるため、港内でも釣れる可能性が出てきます。流れがある時の下げ潮の時間帯であれば、潮の流れに乗ってプランクトンと一緒に港内から魚が出ていくため、港内よりも外側を狙った方が釣れる可能性があります。潮の流れがない場合は、魚の活性も低いため、潮が動き出すタイミングに向けて少し休憩しておくのもいいと思います。潮目は、潮の流れの速さ、水温、塩分の密度が異なる2つの潮がぶつかるポイントです。その潮によってプランクトンも一緒に巻き上げられるため、魚の活性が上がります。風向きについて解説いたします。風向きについては次の3つが挙げられます。左右の風、追い風、向かい風。風と合わせて潮の流れも見ておきます。例えば右から風が吹いている場合、潮の流れも右から流れている場合は、風上と潮が流れてくる上流の方向にキャストして下流に向かって流していきます。もし風と潮が逆方向であれば、潮の流れを優先させてください。潮と一緒に餌も流れてくるため、魚は潮が流れてくる方向に頭を向けています。背中の方向から吹いてくる追い風の場合、ロッドを上げておくと風の影響でラインが浮いてルアーが沈みにくくなるため、ロッドを可能な限り水面近くまで下げて対応します。向かい風の場合、ルアーの飛距離が出なくなるため不安になりますが、例えばアジングの場合、岸際の接近線が大半です。向かい風で手前に流れてくる潮にプランクトンが乗ってくるため、飛距離こそは出なくなりますが、アジングにとっては絶好のチャンスとなります。餌について解説いたします。餌については次のことを確認しておきましょう。漁港の外側や内側などに餌となる小魚などがいるか。餌となる小魚やカニなどの甲殻類がいると魚がいる可能性が高くなります。明暗部について解説いたします。明暗部については次の3つが挙げられます。明るい場所、暗い場所、常夜灯。明るい場所とは太陽や常夜灯の光が当たる表層付近のところを言います。釣りがしやすい環境ですが、魚が警戒しやすい場所にもなります。暗い場所とは太陽や常夜灯の光が当たらない影のところや深場のところを言います。明るい場所に比べると釣りがしにくい環境になりますが、魚がたまりやすいポイントとなります。昼間では岸際や漁船の真下が影の部分になり、身を隠しやすいポイントです。常夜灯の真下はとても明るく釣りがしやすいですが、魚のサイズは小さくなりがちです。大きな魚になるほど明暗部の暗い方に潜んでいます。常夜灯を真上から見るとこのようになります。常夜灯の真下は人気ポイントでもあるため、先行者がいることが多くあります。
かし、絶好のポイントは常夜灯から少し外れた光が届くか届かないかの明暗部になります。常夜灯の真下と比べると暗くて釣りにくい状況になりますが、人の影を海面に映すこともなく、人の気配を少なくすることができるため狙い目です。今回のまとめです。これまで魚が釣れるポイントをいくつか紹介してきました。これらの要素がいくつかに絡んだポイントでは、魚が釣れる可能性がさらに高くなります。例えば、常夜灯周りにテトラポットがある場所で、潮の流れがあるところです。このように2つ、3つと複数の要素が絡むところは釣れる可能性が高い場所になりますので、ぜひ狙ってみて魚がいるか試してみましょう。今回の授業は以上となります。釣り場に着いたらの授業が超過アップの手助けに少しでもお役に立てれば嬉しいです。釣りって学べるは釣りの SNS アングラーズにて超過情報などを皆様と情報共有をさせていただいております。リンクを説明欄に貼っておりますので、動画と合わせて一緒に釣りを楽しんでいけたら嬉しいです。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける釣りの授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。